太陽光パネルは増えれば増えるほど火災災害時は地雷化してしまいます。建物が密集した町ではなおのことです。海外では太陽光発電を進める国は太陽光パネルの安全装置を義務化をしていること。なぜ日本にはない？隊長、見てきたところ、この先の被害が甚大です。そうか、それじゃ行くぞ。車両はこの先入れません。この先は道路は陥没していて。分かった。じゃあ必要な装備だけ持っていこう。助けを求める人が待っている。はい。よし、みんな準備しろ。行くぞ。危ない。あれはパネルがアーク放電している。隊長、危険です。助けて。誰か助けて。隊長、人の声が。しかしこの状態では今行くのは危険すぎる。お前たち隊員を危険にさらすことはできない。しかし助けを求めてます。誰か助けて。子供が。しかしその向こうではすでに火も上がって燃えている。太陽光パネルが多すぎる。いくら絶縁手袋と長靴でもこれだけの電気という地雷の中を。しかしだが、もし雨が降り出したら中の人たちもやばいことになる。車両がなくてもこのパネルさえなければ助けられるのに。なんと雲行きがやばいぞ。雨になったらやばいぞ。今のうちになんとか。よし。隊長。はい。面白かったかどうかは分かりませんけど、ちょっと何か感じ取ってもらえたかなと思いまして、フィクションではありますけど、これまんざらな話でもないんですよね。以前でしたっけ、消防士の、どこだっけ、イギリスかドイツの消防士が感電して帰らぬ人になった例もありますし、太陽光パネルが増えれば増えるほど、こういった事例っていうのは現実化することありえますよね。そして消防士ばかりじゃなくて、災害支援に来た人たちやそこにいる人たち、いわゆる一般の住民がいればそこにも及ぶ可能性があるわけです。建物が密集して太陽光がたくさん増えれば増えるほど、なおさらこういった危険は出てきますよね。災害の時、太陽光パネルは破損した場合でも光が当たると発電する場合があります。地震や水害でも破損浸水した設備は危ないため注意が必要です。故障や破損した太陽光パネルは電気が発生している部分が露出して漏電したりすることがあります。このような時に設備や漏電している部分に無意識にでも触れてしまうと感電する原因になり、また破損はパネルだけではなく太陽光発電で発電した送電線に及んでいることもあり得るので、一見大丈夫に見える太陽光発電であっても安心してはいけないと言えます。また、復旧作業をする場合は、まずはそこに太陽光発電があるのかを確認しなければならないです。もしあれば、絶縁手袋や長靴、服装、そして段ボールなどで光を遮って発電しないようにした上で作業をするなど、感電事故に気をつける必要があるでしょう。毎度これでは煩わしくて大変ですよね。そこで太陽光発電の火災や災害時の安全装置が求められるようになってきたわけです。今はもう太陽光発電は手軽に設置できるため、全国各地に無数に存在し続ける。300万ですね。住宅だけでもそのぐらいはあるようですし、普及がこれからどんどん進むと思います。災害被害に遭うことも多くなってくるのは当然なことです。災害時に素早く安全を維持する機能は極めて重要なのではないでしょうか。だからって、こんなもんつけるからいけないのだよとか言ってみても、今はもう何一つ解決しないでしょう。もう大量にあちらこちらに設置されてしまっているわけですから、ではどうするかに意識を向けることの方が今後はとても重要なことだと思います。いかがでしょうか。アメリカなど海外の国では火災時の消防士の感電防止のためにこのラピッドシャットダウン機能、あまり耳慣れない言葉だと思いますが、ラピッドシャットダウン機能を持つ高速シャットダウンデバイス、
こういった安全装置の設置がなんともうすでに義務化されています。日本でも太陽光発電の安全装置が普及し、災害や故障時に安全を迅速に維持できるようになることが太陽光発電が普及していくためには重要だと思います。国土が広いアメリカでやっているわけですから、狭い日本の市街地にたくさんあちらこちらに散らばって太陽光パネルがあるのですから、これから増え続けるなら日本の方がもっと必要なことではないかとも思います。遠隔操作で高速シャットダウンするこの安全装置の普及は今後重要だと思いませんか？多くの国が太陽光発電を安全に運用し、消防士などの緊急対応者が安全に屋根に近づけるような未来、対策を講じることの重要性に他国は気づいています。とにかく日本は意識も遅れていて、こういうことを知ってしまうと、やっぱ日本は遅れてるってそう言いたくなります。2017年、埼玉のアスクルの物流倉庫で火災が発生し、鎮火まで12時間もかかっています。それは倉庫の屋根にあった太陽光発電設備は即時にラピッドシャットダウンできなかったため、できるわけないですよね。ついてないんですから。パネルはしばらくの間発電を続け、消防士の安全を確保するためにも発電はストップする必要があったんですけど、当然ストップなどできません。鎮火まで12時間とかなるでしょうね。普通の消火活動って2、3時間で終わるものだと聞いていますけど、12時間です。これから太陽光発電設備は普及促進するなら、安全性が何よりも重要な課題なのではないでしょうか。発電効率、発電コストも大事ですが、結果トータルで見たら、たびたびの火災や災害復旧に時間と多額の費用が上乗せになり、さらにそこに不安と疑念が増したら、生産性はかえってマイナスになり、結果、早くから急速停止装置の普及に力を入れていた国に、また遅れを取ってしまうことだってあり得ます。そのラピッドシャットダウンデバイスの製品の写真を載せたかったんですけど、日本にはもちろんないんで、これ海外メーカーだけですね。日本語訳にはなってますが、海外のメーカー品です。で、写真載せようと思ったんですが、著作権云々とかばっかりで、やたらに転載するとまずいかなと思って、こんな感じです。こんな感じ。ちょっとわかりにくい下手ですけど。何かに似てるかといえば、太陽光パネル知ってる方はすぐわかると思うんですけど、裏にバイパスダイオードの薄い小さな箱あるのをご存知かと思います。黒っぽい小さな箱。あれの兄弟みたいな見た目ですね。で、この突起してるのはこれ、パネルに取り付けるためのフックみたいなもので、配線が4本あるっていうような、こんな感じの高速シャットダウンデバイスです。メーカーとしては、ティゴ社とソーラーエッジ社、この2社が有名っぽいですね。で、ソーラーエッジ社の方がどちらかというとシェア多いようです。NEC 規格、米国電気工事規定に合わないからなのかどうか分かりませんけど入ってこないの。どっちにしても国内産が出ないことには、日本太陽エネルギー学会とか全国アグリソーラー協会も水面下ではで、経済産業省も水面下では動いているようです。一番は大阪電気通信大学の浜田准教授が結構真剣なようです。徐々に動いてはいるようですけど、メーカーが動かないとなかなか無理ですよね。話それました。また戻します。これパネル1枚のことをモジュールって言うんですけど、モジュールごとにこれをつけるタイプとか、あと何枚かのパネルを一つにした何でしたっけ、アレイごとにつけるラピッドシャットダウンとかあるようです。これをインストールするんだかなんかして、高速シャットできるように遠隔操作できるっていう話らしいんですけど、機能や技術的なことは私正直詳しくないので、私が今回お話しするのは知ってもらうっていうか、詳しい
システムのことは、その道の知ってる専門家にお任せして委ねる感じです。私にできることは、このラピッドシャットダウンの存在をもっと多くのことに知ってもらいたいなと思って、拡散すれば私の役目は達成できたかなっていう感じです。名前すら知らなかった方ももちろんいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひともこのラピッドシャットダウン、高速シャットダウンデバイスか、いわゆる安全装置ですね。有事の際の安全装置について、調べてみるのもいいかと思います。多くの人に知らしめたかったわけです。いかがでしたでしょうか？何か参考にしていただけましたでしょうか？もし参考になったと思えた方は、ぜひ、いいねボタンまた、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。